皆さんこんにちは。当チャンネルへようこそ。本日も MC のみさきとケンジがお届けしていきます。初めてこのチャンネルにお越しくださった視聴者様も、いつも応援してくださっている視聴者様も、本当にありがとうございます。このチャンネルでは、スポーツや身体運動の中に隠された知られざる科学的真実を、国内外の最新論文やバイオメカニクス、運動制御理論などの客観的なデータをもとに、どこよりもわかりやすく、商用的な忖度なしで楽しく紐解いていく動画をお届けしています。初めて見てくださった方も、ぜひリラックスして楽しんでいってくださいね。さてみさきちゃん、今日のテーマは卓球を一度でもプレイしたことがある方なら初心者からトップ選手まで誰もが絶対に直面する永遠のテーマですよ。フォアハンドとバックハンド、身体の構造や物理の法則から見て本当に打球が安定するのはどちらなのかという大問題です。来ました、卓球界の二大議論であり永遠のテーマ。でもケンジさん、これって卓球界では昔からフォアハンドこそが卓球の基本中の基本、一番安定して強烈な決定打を打ち込むための主役だって教えられてきましたよね。用具メーカーのカタログを見ても、部活動やクラブチーム、あるいはベテランの指導者の方に教わっても、まずはフォアハンドのフォームを徹底的に叩き込まれるのが一般的だと思います。そうなんですよね。長年卓球の指導現場やメディア、商業マーケティングではフォア至上主義ともいえる感覚的な教えが根強く存在してきました。ですが、人間運動科学、いわゆるキネシオロジーやバイオメカニクス、さらには脳と筋肉の指令システムを解き明かす運動制御理論の視点から最新の学術レポートを紐解いていくと、その経験則には大きな力学的、解剖学的矛盾が含まれていることがはっきりと分かってきたんです。フォアハンドが一番安定するっていう昔からの常識が科学的には矛盾しているかもしれないんですか？そうなんです。今回の動画ではメーカーや従来の指導者がなかなか語ってこなかった卓球の打球安定性に関する衝撃の真実を具体的な専門論文や最新研究のデータを引きながらどこよりも詳しく&テンポよく解き明かしていきます。卓球経験者の方はもちろん、スポーツ科学や身体のメカニズムに興味がある視聴者様もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。いやー、冒頭からワクワクが止まりませんね。それではケンジさん、今回徹底分析するレポートの全体像というか核心部分をあらかじめ詳しく教えていただけますか？もちろんです。まず結論からズバリ言いましょう。人間の肉体構造や運動学的な仕組みから見て、解剖学的にも幾何学的にも圧倒的に打球面が安定し、再現性の高い打球を繰り出せるのはバックハンドです。まさかのバックハンド圧倒的勝利？でもケンジさん、フォアハンドの方が身体を大きく使えて威力が強く出ますし、伸び伸び触れるから打球も安定しそうな気がしちゃいますけど。そこがまさに主観的な身体の感覚と客観的な科学データの面白いギャップなんですよ。このレポートでは主に6つの科学的アプローチからその理由を完膚なきまでに証明しています。1つ目は解剖学的構造と視覚。バックハンドは打球点が終始体幹の正面、つまり四条面付近に位置するため、肘が安定した動的視点になり、さらに両目の中心視野でボールを捉え続けられるという点。2つ目は自由度、ディグリーズ・オブ・フリーダム問題。フォアハンドは足から手首まで16以上の関節が関わるため、運動ノイズやズレが幾何級数的に増幅してしまうんです。3つ目はグリップと対衝撃性。シェイクハンドのバック面は親指と人差し指でラケットを直接挟み込む板バネ構造になるため、相手の威力を面で正確に受け止める強さがあります。なるほど、すでに説得力がすごいです。後半のポイントはどうなっているんですか？後半のポイントも実に強烈ですよ。4つ目は重心移動と足圧分布。フォアハンドは頭部を激しく動かす大きな体重移動を行うことで視界をぶれさせるのに対し、バックハンドは広い支持基底面の中で重心を保持するスクエラスタンスを取るため、視界が一切ぶれないんです。5つ目は筋活動と神経制御。フォアハンドは大胸筋などの大きな筋肉を使うため大雑把な力制御になりがちですが、バックハンドは前腕や手指の小筋群を使うため、ミリ単位の繊細な面調整、ファインモーターコントロールが可能です。6つ目が運動制御理論、UCM 理論とマグナス効果。フォアハンドの安定性は実は面の正確さではなく、強烈な回転による空気力学的な下向きの力、ダウンフォースで強引にコートに収めている流体力学的保証に過ぎないということなんです。すごすぎる。つまり
バックハンドは物理的幾何学的に面がぶれない構造的な安定性を持っていて、フォアハンドは回転の力で無理やりコートに落とす保証的な安定性を持っているということなんですね。その通り。美咲ちゃん、完璧なまとめです。今回はこれらの発見を研究機関の専門論文やキネマティクスデータを交えながら一つ一つじっくり掘り下げていきましょう。ここからはレポートの各論に一歩ずつ迫っていきましょう。まず最初の疑問なんですが、そもそも卓球における打球が安定しているって科学的にはどういう状態のことを指すんでしょうか。ただミスをしないとか打感や感覚が良いっていう言葉だけだと少し曖昧ですよね。そこは非常に重要な出発点ですね。運動学やバイオメカニクスにおいて打球の安定性スタビリティ&コンシステンシーは明確な物理的神経生理学的要素で定義されています。レポートによると大きく3つの要素に分かれているんです。まず第1の要素がインパクト時の空間的再現性、つまりラケットの面角度の分散、ばらつきの小ささです。ラケットの面角度の分散、垂直方向や水平方向の面の角度が毎回どれだけ寸分違わずに同じ角度をキープできているかということですね。まさにそうです。卓球のボールって重さがたった 2.7 グラムしかなくて、ものすごく軽量で繊細ですよね。時速数十キロ、時には100キロ近い速度で飛んでくるボールに対して、ラケットの角度がたった1度ブレるだけで、相手コートに着弾する位置は数十センチもずれてしまいます。たった1度ブレるだけで、台の角どころかアウトになっちゃうんですね。そうなんです。ですから、インパクトのまさにその瞬間に、ラケット面が空間の中でどれだけブレずに、再現性の高い角度を作れているか、これが打球安定性の絶対的な第一条件になります。なるほど。面角度の空間的再現性が第一条件。では、2つ目と3つ目の要素は何でしょうか。第2の要素は多関節連鎖における運動ノイズの抑制です。人間が腕や身体を振るときって足関節から膝、腰、肩、肘、手首に至るまで複数の関節が連動して動きますよね。これを運動学では多関節連鎖と呼びますが、動く関節の数が増えれば増えるほど、それぞれの関節で生じた微小な角度のズレや筋肉の収縮タイミングの誤差が末端であるラケットに運動ノイズとして蓄積されていくんです。関節が増えれば増えるほど小さなエラーが掛け算みたいに増幅されていっちゃうわけですね。その通りです。そして第3の要素が時間的猶予、タイムバジェットと知覚補正です。相手が打ってきたボールの速度や回転、バウンド後の微妙な変化に対して目や触覚からのフィードバックを使って、少し伸びてきたな、思ったより回転が強いなと察知し、スイングを微調整するための時間的空間的な余白がどれだけ残されているかということです。時間的猶予、タイムバジェット。確かにギリギリの体勢で振り回されている時って修正する時間が残されていなくてミスしやすくなりますもんね。そうなんです。この空間的再現性、運動ノイズの低減、時間的猶予と知覚補正の3つが揃って初めて科学的な意味での打球の安定性が成立します。この定義を踏まえた上でフォアとバックの構造を比較していくと実に面白い事実が見えてくるんですよ。ここからはいよいよ身体の仕組み、解剖学や多関節運動学の視点からフォアとバックを比較していきましょう。まずはバックハンドの身体構造からですね。はい。バックハンド動作の最大の解剖学的強みは、打球点が終始、体幹の正面、四上面付近に位置していることです。タクティブが公開しているプロコーチの技術ガイドや卓球技術指導論などの資料でも指摘されていますが、バックハンドは上腕を体幹の前面に配置し、肘関節を動的な支点、ピボットとして使ってスイング領域を作ります。肘を支点にする。解剖学的に見て、肘の関節ってどういう構造なんですか？肘関節は解剖学的には一軸性の長関節、ヒンジュジョイントに分類されます。ドアの蝶番と同じで、基本的に曲げる、伸ばすという一方向のシンプルな運動を得意とする構造なんです。もちろん前腕の回転や手首の動きも組み合わさりますが、運動のメインとなる軸が体幹の真前に拘束されているため、スイングが描く軌道が空間的に極めてブレづらいという特性があります。なるほど。蝶番みたいに決められたシンプルな軸で動くから、スイングの軌道が勝手に固定されて余計な左右や上下のブレが出にくいんですね。しかも源氏さん、身体の正面で打つっていうことは、ボールの見え方や目の使い方にも大きな違いが出てきそうですよね。鋭いですね、美咲ちゃん。
まさにそこがアマチュア卓球上達塾の技術解説などでも深く振られているポイントです。打球点が身体の正面にあることで、打球領域、飛んでくるボール、そして相手コート全体がプレイヤーの中心視野の中にすっぽり収まり続けるんですよ。中心視野、目の網膜の真ん中の一番解像度が高い部分で捉える視野のことですね。そうです。人間の視覚は網膜の中心部である黄斑部で捉える中心視野とその周りの周辺視野に分かれていますが、空間解剖学的な解像度は中心視野の方が格段に高いんです。バックハンドはボールが飛んできてからインパクトする瞬間までを中心視野で捉え続けられるため、インパクト直前のボールの位置のブレやバウンドの変化を視覚的にものすごく正確に捉えてスイングを補正することができるんです。だからバックハンドはボールを直前までしっかり見て合わせやすい感じがするんですね。科学的にも視覚の解像度が全然違っていたなんて驚きです。それに対してフォアハンドはどうなんでしょうか。身体の横から後ろにかけて大きくテイクバックを取って振るイメージがありますが、フォアハンドは体幹の側方から後方に広がる巨大な3次元空間でバックスイングを作り、そこから前方へ振り抜きますよね。パブメドに掲載されている関節可動性に関する UCM 解析論文やジャーナル・オブ・スポーツ・サイエンス等の運動学研究によると、フォアハンドの動作には足関節、膝関節、股関節、骨盤胸郭の回旋、肩関節の三自由度、内旋外旋、屈曲伸展、水平外転内転、肘関節、前腕、趾関節に至るまで、なんと合計で16以上もの回転自由度が関与しているんです。16以上。そんなにたくさんの関節が同時に複雑に動いていたんですか？そうなんです。システム工学や運動制御論の原則として、構成要素、つまり動く関節の自由度が増えれば増えるほど、システム全体のアウトプットに生じる幾何学的誤差の累積リスクは幾何級数的に跳ね上がります。各関節の角度にほんのコンマ何度のズレが生じたり、筋肉の収縮タイミングがわずか数ミリ秒ずれたりするだけで、その誤差が末端のラケットに巨大な運動ノイズとして伝わってしまうんです。16個もの関節が完璧にタイミングよく噛み合わないと面が作れないなんて、フォアハンドって力学的にはものすごく繊細で綱渡りな動作なんですね。スイングの軌道だけじゃなくて、ラケットの持ち方、つまりグリップの構造でも大きな差があるんですよね。そうなんです。シェイクハンドラケットのメカニクスを分析すると、バックハンドで打つときってラケットの裏面に人差し指を伸ばし、表面には親指を添えるサムアップの構造になりますよね。はい、指で直接ラケットの面を支えている強い感覚があります。この構造が実に理にかなっていて、アマチュア卓球上達塾の解説でも言及されているように、親指と人差し指がラケットブレードを両面からサンドイッチするように挟み込むことで、まるで板バネのような力学的固定軸を作るんです。相手からの強い打球の衝撃を受けても、指がブレードを直接支えているため、ラケット面が押し負けて角度が狂うリスクが最小限に抑えられます。指が直接バック面を両面から挟んでサポートしてくれているんですね。じゃあフォアハンドの時はどうなんですか？フォアハンドの時は、親指がブレードの上から外れてグリップを包み込むような位置に下がりますよね。そうすると強い球を受けた時に手首が後ろに倒れるようなトーションが発生しやすくなります。面角度を維持するためには握力や前腕の筋肉をぐっと能動的に緊張させ続けないといけないため、どうしても面がブレやすくなってしまうんです。続いては下半身の動き、重心移動と圧速分布&目線のブレについて見ていきましょう。ここも非常に面白いポイントですよ。右利きの選手をモデルにして考えてみましょう。フォアハンドとバックハンドでは足の構え、つまりスタンスと重心の置き方が根底から異なります。フォアハンドって右足を少し後ろに引いて、右足から左足へ体重を移動させながら打つのが基本って教わりますよね。卓球技術指導論の体重移動に関する論考などでも説明されていますが、右足を引いた対角線上スタンスから右足に溜めたエネルギーを左足へ移す直線的かつ回転的な重心移動がフォアの王道とされてきました。しかしこのダイナミックな重心移動は身体の重心、センターオブグラビティ COG を左右上下に大きく誘導させることになります。重心が大きく動くということは、頭の位置、つまり目の位置も上下左右に一緒に揺れちゃいますよね。まさにそこです。運動視覚科学の研究では、頭部が大きく揺れることによって網膜上の像が滑るようにずれる現象、
これをレチナルスリップ、網膜像のブレと呼びますが、これが起きると飛んでくるボールの正確な軌道予測精度が著しく低下することが実証されています。目線が上下左右に揺れるとボールの軌道が精密に見えなくなっちゃうんですね。一方、現代のバックハンドは両足を卓球台に対して平行近くに構えるスクエアスタンスが基本です。両足が形成する広い支持基底面、ベースオブサポート BOS の内側に常にシャリラの重心をキープし続けることができるんです。左右への大きな重心移動を行わず、下肢の屈伸や股関節の微小な曲げ伸ばしだけで打つため、頭部や目線のブレが極小化されます。だからバックハンドはまるで手ブレ補正機能付きの三脚にカメラを固定しているみたいに、目線が一切ブレずにボールを正確に捉え続けられるんですね。しかもケンジさん、最近の卓球って昔に比べてラリーのスピードがめちゃくちゃ速くなっていますよね。そうなんですよ。アマチュア卓球上達軸の現代卓球分析でも語られている通り、ボールが直径 40mm のプラスチックボールに変更され、用具の弾性も向上したことで、相手が打ってから自分のコートに届くまでの時間がわずか約 0.3 秒、300ミリ秒という超高速ラリーが主流になっています。300ミリ秒、瞬きするくらいの本当に一瞬の時間じゃないですか。そんな極小のタイムバジェット、時間的猶予の中で、フォアハンドのように右足に体重を乗せて、体幹をねじって、戻して左足へ体重を移すという大きな動作をやっていたら、次のボールへの準備、つまりニュートラルポジションへの復帰が物理的に間に合わなくなってしまうんです。動作が大きすぎて復帰が遅れて自滅しちゃうリスクが高まるんだ。バックハンドなら体幹の微小な回転と肘のコンパクトな振りだけで打てるから、0.3 秒の超高速ラリーでも体勢を崩さずに連続で安定した打球を繰り出せるんですね。ここからはさらにミクロな世界、筋肉の動きを直接調べる表面筋電図 EMG データについてより深く見ていきましょう。ケンジさん、筋肉の使い方や脳からの神経指令にはフォアとバックでどれくらい決定的な違いがあるんでしょうか？ここはバイオメカニクスや神経生理学の観点から非常に奥深い部分ですよ。リサーチゲート等で公開されているトップ選手のバイオメカニクス論文によると、使われる筋肉のサイズや位置だけでなく、脳がその筋肉をコントロールする神経制御特性そのものが全く対照的であることが解明されています。へー、使われる筋肉だけじゃなくて脳からのコントロールの仕組みまで違うんですね。そうなんです。まずフォアハンドのスイングですが、フォワードスイング期において大胸筋、三角筋全部、上腕二頭筋といった胸や肩の巨大な筋軸、いわゆる大筋群、ラージマッスルグループスが優先的に動員されます。これらの大筋群は最大髄位到着性収縮 MVC の非常に高い割合まで筋活動が高まることが筋電図データで示されているんです。最大髄位到着性収縮 MVC ですね。胸や肩の大きな筋肉をフル稼働させて振り抜いているわけですね。その通りです。大筋群は大きな運動エネルギーを生み出してボールにすまざいしいスピードや破壊力を与えるのには最高の性能を持っています。しかし神経生理学的には大きな筋肉になればなるほど筋肉が出力するパワーの分散、つまり力の出力のブレやばらつきが構造的に大きくなりやすいというデメリットがあるんです。大きなパワーを出せる反面、出力をミリ単位で微小に調整しようとすると力の不確定性が大きくなっちゃうんですね。まさにそこです。横水筋の力強い収縮は高速のボールを打ち出すには不可欠ですが、その反面出力がほんの少しブレただけでラケットのインパクト速度や角度に直接的なノイズとして影響してしまいます。パワフルであればあるほど微小制御という点ではリスクを抱えているのがフォアハンドなんです。パワー型で大雑把になりやすいフォアハンドの大筋群に対してバックハンドで使われる筋肉はどうなっているんですか？バックハンドは上腕三頭筋による肘の伸展動作に加えて主関節屈筋群や手指伸筋群といった前腕から手首、指先にかけての小中筋群が中心となって機能します。研究データによると活動度も過度にならず適正なレベルに保たれているんです。前腕や指先の小さな筋肉を使うことが打球の安定性にどうして直接つながるんでしょうか？ここが神経生理学の最も重要なポイントです。解剖学的に手指や手首を動かす小筋群は一つの運動神経が支配する筋繊維の数が非常に少ない。つまり神経支配比イナーベーションレーションが高いという素晴らしい特徴を持っています。神経支配比が高いということは脳からの細かな命令がダイレクトに伝わりやすいってことですか？大正解です。一つの神経で少しの筋繊維しか動かさないからこそ脳はミリ単位の細かい力の加減やラケット面の微妙な傾き調整、
さらには相手が打ってきた球威に対する吸収や反発の力加減、ファインモーターコントロールを極めて高精度にリアルタイムで行うことができるんです。なるほど。バックハンドは脳の繊細な指示に完璧に応えてくれる精密機器のような小筋群を使っているから、相手の複雑な変化球に対してもミリ単位な面を正確にフィットさせられるんですね。大胸筋のパワフルなフォアハンドと繊細な小筋群のバックハンド。実際の実験データや数値の比較ではどのような客観的差が出ているんでしょうか。ここからはさらに生々しいデータを見ていきましょう。国際バイオメカニクス学会の発表データや JSSM に掲載された3次元光学式動作解析システムバイコンシステムなどによるトップ選手のキネマティクスデータを比較してみます。最先端の3次元カメラで全身の動きをキャプチャーしたデータですね。具体的な数値が気になります。まずスイング全体の運動時間ですが、フォアハンドドライブが平均して約 0.32 秒かかるのに対し、バックハンドドライブは約 0.24 秒で完了します。バックハンドの方がスイング時間が約 25% も短いんです。約 25% もスイング時間が短縮されている。この 0.08 秒の差って卓球の超高速ラリーの中ではものすごく決定的な意味を持ちますよね。その通りです。このコンマ数秒の短縮があるからこそ、相手が想定外のコースに打ってきたり、バウンド後に伸びてきたりした時でも、動きを修正してボールに面を合わせるための時間的猶予、タイムバジェットが確保できるんです。なるほど。じゃあラケットの最高速度はどうなんですか？ラケットの最高速度に関しては、フォアハンドが時速75キロ以上に達するのに対し、バックハンドは時速60キロ程度となっています。一見するとフォアハンドの方がすごそうに見えますが、運動制御の観点から見ると、最高速度が高いほど助走区間が長くなり、インパクトのタイミングがほんの少し狂っただけで面角度が崩れやすいという力学的な諸刃の剣でもあるんですよ。スピードが出れば出るほどジャストなタイミングでボールを捉えるハードルが跳ね上がっちゃうんですね。スイングの軌道の大きさや三乗動に関する3次元データはどうなっていますか？スイング変異、つまりラケットが書く軌道調のデータを見ると、フォアハンドは体幹の後方から肩の上まで巨大な弧を描くダイナミックな軌道になりますが、バックハンドはシャリの正面の非常に狭い空間の中で完結するコンパクトな軌道になっています。軌道調が短いということは、それだけ余分な慣性運動が発生しないため、バウンド後のボールの変化に合わせて軌道を瞬時に修正できる対応力があるということです。大きな振りだと途中でボールがブレたと思ってもスイングを止められませんもんね。さらに重心の垂直方向の変動量の数値比較も極めて象徴的です。フォアハンドは膝の沈み込みと伸び上がり、体幹の回旋が伴うため、重心が垂直方向に大きく上下動します。それに対してバックハンドは水平方向での重心保持が徹底されており、垂直方向のブレは最小限に抑えられているんです。重心の垂直動が少ないということは、プレイヤーの目線とボールとの上下の距離感がずれないということですね。その通り、目線とボールの高さ関係が一定に保たれるため、空間認識の誤差が拡大せず、再現性の高い打球を生み出すことができるわけです。動作解析の数値データを見ても、バックハンドがいかにブレ要素を削ぎ落とした合理的なスイングであるかがわかりますよね。続いては、レポートの中で提示されている高度なスポーツ科学概念、運動制御理論と UCM 理論、非制御マニホールド理論について迫っていきましょう。ケンジさん、この UCM 理論って一体どういう研究なんですか？これは人間運動制御論における非常に最先端な解析手法なんですが、人間の身体のように肩、肘、腰、手首などたくさんの関節、運動自由度を持つ複雑なシステムがどうやってラケット面を一定にするという目的、タスクを達成しているかを数学的に解析する理論です。関節の動きを数学的に解析する。難しそうですが、すごく面白そうです。パブメドに掲載されている卓球フォアハンドの関節角度可動性に関する UCM 解析論文によると、実に興味深い事実が明らかになっています。なんと世界トップクラスの熟練選手であっても、フォアハンドで打球する際、肩や肘や腰の個々の関節角度は毎回試行ごとに微妙にばらついていることが分かったんです。プロの選手でも毎回全く同じフォーム、関節角度で振っているわけじゃないんですか？そうなんです。
じゃあなぜプロの打球面が安定しているかというと、例えば肩の角度がわずかに開きすぎたら瞬時に手首の角度を微調整して相殺するというように、ある関節のエラーを別の関節の反対方向の動きでリアルタイムに打ち消し合っているからなんです。これを運動制御論では運動冗長性の相互保証と呼びます。すごすぎる。プロの脳内では16以上の関節のエラーをリアルタイムで相殺し合う高度な自動キャンセル機能が働いているんですね。プロの脳と神経システムってそんな神業みたいな計算処理を無意識にやっていたんですね。そうなんです。ですがここからが一番重要なポイントですよ。初心者や中級者の選手、あるいは緊張や疲労にさらされている場面では、この高度で複雑な脳内の相互保証メカニカスが十分に機能しなくなります。その結果、フォアハンドの16以上の関節ノイズがそのままダイレクトにラケット面の巨大なブレとなって現れてしまうんです。なるほど。だから練習量が足りないアマチュアやプレッシャーがかかった場面だとフォアハンドの面角度がバラバラになっちゃうんですね。その点、バックハンドの運動構造はどうでしょうか。バックハンドは関与する関節の自由度そのものが解剖学的に低く抑えられたシンプルな構造ですよね。つまり脳内でそんな高度で複雑な相殺計算処理を行わなくても、構造的に最初から垂直ラケット角度の分散が小さくなるという決定的な強みを持っているんです。なるほど。バックハンドは高度な脳のエラー相殺機能に頼らなくても、身体の構造自体が最初からぶれない仕組みになっているということなんですね。その通り。だからこそ体力が削られた試合の終盤や極限の緊張感が漂う場面でも、バックハンドは構造的な強靭さを発揮して安定した打球を再現し続けることができるわけです。ここでケンジさん、すごく素朴な疑問が生じるんですが、フォアハンドがそれだけ構造的に面がぶれやすいなら、なぜ実際の試合でトップ選手たちはフォアハンドで強烈な決定打をバンバンコートに沈められるんでしょうか。素晴らしい本質をついた質問ですね。そこにはフィッツの法則、フィッツズローと流力学の見事な連携が隠されているんです。運動制御の研究論文でも示されている通り、運動制御には動作の速度や威力を高めようとすると空間的な正確性が低下するという正確性対速度のトレードオフが存在します。早く強く振れば振るほどコントロール精度は落ちてしまうという物理の基本原則ですね。本来なら最速のスイング速度を持つフォアハンドは最も打球精度が落ちてアウトになりやすいはずです。しかしフォアハンドにはそれを強引に補正する強烈なトップスピン、前進回転があります。ボールに強烈な前進回転がかかると空気力学的なマグナス効果、マグナスエフェクトが発生し、ボールの上に流れる空気と下に流れる空気の圧力差によって下向きの強烈な力、いわゆるダウンフォースが生まれます。ダウンフォース、レーシングカーを地面に押し付けるのと同じ空気の力ですね。そうです。本来なら面の狂いによってオーバーアウトするはずの高速のボールがマグナス効果のダウンフォースによって強引に湾曲し、相手コートの深くに急降下して収まるわけです。つまりフォアハンドの安定性とは面の正確さによるものではなく、強烈な回転による流体力学的保証、エアロダイナミクス的保証によって後から獲得された安定性なんですよ。面のコントロール精度自体はバックハンドが圧倒的に上だけれど、フォアハンドは強烈な回転の力でボールを空力的にコートへねじ込んでいる。安定性の質が根本的に違っていたんですね。バックハンドがこんなに解剖学的、運動学的に優れているのに、どうして昔から卓球界ではフォアハンドこそが基本で一番大事がって教え込まれてきたんでしょうか。それには歴史的なボールの素材の進化と用具メーカーのマーケティング構造という2つの商業的背景が存在するんです。かつての木製ボールやセルロイドボールの時代はボールが軽くて非常に強い回転がかかりました。そのため身体全体を使った大きなフォアハンドで弧線を描いて打つことが最も合理的な安定です。ボールの素材やルール自体が昔は違っていたんですね。さらに用具メーカーにとってもフォアハンドでいかに凄まじい威力を出せるか、威力を出しても回転でコートに収まるかという高価格帯のラバーや特殊素材カーボンラケットを売り出す方が商業的にマーケティングしやすかったんです。ダイナミックなフォアハンドで威力を競うスタイルはプロモーションとして非常に映えましたからね。なるほど。用具の進歩とビジネスの戦略が合致してフォアハンド至上主義が長年刷り込まれていったんですね。
ですが、プラスチックボールに移行し、前陣でのピッチ戦が高速化した現代卓球では、現実が大きく変わりました。スカウティングレビューでも示されている通り、現代のトップ選手の勝率と最も強く相関しているのは、バック対バックのピッチ戦で、いかに打点を速く、面をぶれさせずに主導権を握れるかというデータなんです。現代卓球の最前線では、まさにバックハンドの構造的な安定性とスピーディーなピッチこそが、勝利を決定づける最大の基盤になっているんですね。ここまでフォアハンドとバックハンドの打球安定性について膨大な科学論文や数々のデータをもとに解き明かしてきましたが、本当に目から鱗の連続でした。改めて本レポートが提示するバックハンドの4つの科学的絶対的優位性をまとめていただけますか？もちろんです。1つ目は解剖学的視覚的固定性。体幹正面での打球により肘が安定した回転軸となり、高解像度な中心視野の中で全ての運動が完結すること。2つ目は多関節自由度の低減。フォアハンドが16以上の関節運動ノイズにさらされるのに対し、関与する自由度が制限されているため、幾何学的エラーが起きにくいこと。3つ目は下半身の動的バランス維持。スクエアスタンスと広い支持基底面 BOS により、中心と目線を揺らさずに 0.3 秒の超高速ラリーに対応できること。4つ目は賞金群による高精度制御。全割野種子の賞金群が主導するため、ミリ単位の細かな面調整や変化球比の対応が可能であること。完璧すぎます。感覚や根性論ではなく、すべて賃貸構造と物理法則に裏付けられた理由だったんですね。今回解明された最終結論です。人間の肉体構造的運動学的な仕組みからして、解剖学的にも幾何学的にもバックハンドの方が圧倒的に安定した打球面を形成し、再現性の高い打球を繰り出せる。私たちが普段何気なく感じていたバックハンドの方が面を作りやすいな、処理打の正面で捉えた方が安心感があるなという感覚は、まさにこの高度なバイエンメカニクスと運動制御論に完璧に合致していたんですね。そうなんです。もちろん強烈な回転と最大パワーで決定打を打ち込むフォアハンドのエアロダイナミクス的魅力や攻撃力は卓球の醍醐味です。ですが、本当の意味で打球の再現性と安定性を高め、現代卓球の超高速ピッチで勝利を目指すのであれば、今回解説したバックハンドの力学的優位性を正しく理解し、バックハンドを軸としたプレーシステムを構築することが極めて重要な鍵となります。当チャンネルを初めて見てくださった視聴者様も、いつも応援してくださっている視聴者様も、今回のスポーツ科学のアプローチ楽しんでいただけましたでしょうか？これからも当チャンネルではスポーツの本当の面白さや科学的な真実をどんどん発信していきますので、ぜひ楽しみにしていただければ嬉しいです。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。